構ねご質問が多かったのが接着芯なので、今回はちょっと接着芯テーマにお話ししていいかなっていうふうに思ってます。で、ちょっと接着芯今回テーマにするんですけれども、別件でですね、型紙をどんな風に収納してますかっていうご質問もDM からいただいてますので、さらっとちょっと紹介したいと思います。これはね、結構何度かね紹介しているんですけれども、私は結構この100円ショップで購入したこのファイルですね、これを活用しています。でこのラベルはですね100均テーマにした著書本がありまして、それで作ったオリジナルのデザインになってます。これは本の中から多分コピーできるのかな。その時はダウンロードとかではないからコピーできるような感じの、このファイリングする時に便利なものを作って、ここにどんなものが入ってるかっていうのをラベルにしてできるようにしております。で、大体ですね、このセットになっているこのクリアファイルみたいなところにこう入れてますね。これは洋服なんですけれども、洋服は大体こんな感じにして収納をしております。はい、で小物とかも大体こんな感じで型紙を入れてるんで、同じような感じかなっていうところですね。ただこの白いクリアファイルがもう何個か種類ごとに分かれてます。これはアダルト、クロスパターンって書いてあるんですけれども、これは大人服用のパターンで、例えば子供服を作ってた時は子供服用のパターンのこういうファイルがありました。であと布小物、あとはバッグだったらバッグとか、あとは本のデザインをした時は本のデザイン用みたいな感じで、そんな風にファイリングをしております。はい、こういうのもね参考になればと思います。結構こういう型紙の収納とかは100円ショップ利用されるとすごく一番ね活用もしやすいし、あと同じものをですねサイズを揃えて並べていくと、整理整頓感も出てくるっていうところでおすすめしております。はい、ちょっとこうさらっという感じで、スパチャをありがとうございます。本当にありがとうございます。500円をいただきます。深堀様ありがとうございます。はい、そんな感じで、私多分ライブ中にスパチャをいただいたのは多分今回初めてです。嬉しい、ありがとうございます。なかなかなんかね、こういう風にいただくことがないのでちょっとびっくりしました。ありがとうございます。感謝しております。はい、なんかご質問がありましたらですね、スパチャとともに入れていただけたら完璧にお答えをしたいと思っておりますので、はい、ぜひぜひ別にスパチャくださいとは言ってないんですけど何かあったらご質問欄から気軽に質問欄から書いてくださいね。たくさんの方こんにちはとご挨拶いただきましてありがとうございます。で、今回いただいた質問で、ファスナー付けが難しいので上手にできるコツがありますかっていうのもありましたし、あとは、作るものによってどんな布生地を使えばいいのか知りたいっていうご質問もいただきました。そしてですね、あと作りたいもののパターンのコツっていうのもありまして、結構ちょっとテーマがバラバラになってしまうので、これはちょっといずれなんかそのライブで解説できるような感じでそのテーマに絞ってやりたいなっていうふうに思いますので、このアンケートにお答えいただきました皆様本当にありがとうございます。もう一回ねちょっともうちょっとストーリーだとどうしても1日で切れてしまうので、アンケート方式にして少しやってみようかなっていうふうに思ってます。こういうふうにライブでやることで、縫ったりして作ったりするのもいいんですけど、ライブでやることでもっとより深く説明がしやすいかなっていうふうに思ってますので、その際はですねぜひご協力いただけると嬉しいです。投稿欄の方からアンケートを募ろうと思います。ということで今回はですね接着芯のご質問で、アイロンで丁寧に押さえたつもりなのに仕上がる頃ポコポコした仕上がりになってしまうっていう、対処法を教えてほしいっていうことと、あとですね剥がれにくいおすすめの接着芯を教えてください。お得用接着芯っていうのですね、これが見えたのでっていうことだったんですけど、たまたまねそのストーリーに上げた時に接着芯がちらっと見えたんだと思います。それでご質問をいただきました。でまずこの剥がれにくくおすすめの接着芯を教えてくださいというところの回答をしたいと思います。で私はですねこの今3つ並べてる
この赤いの、これとこの黄色とこの青、これを一番最初防具学園でも教材として3セット揃えておりました。今はねこういうふうに3セット揃えることはないんですけれども、私がずっと長年使ってきたこの3つの接着芯をおすすめとして、キットにしております。で、なんでかっていうとですね、布小物を作ることが多くてですね、バッグの時はもちろんこの厚手のものを使ったりとかするんですけれども、こういう不織タイプのものなんですが、意外とリーズナブルで、あとこれはだいたい2メーターぐらい入ってるんですよ、薄い不織布のものが。なので扱いやすいのと、あと価格的にも抑えやすいというところでおすすめをしておりました。あとですね、もう一つ言うと、私が布小物を始めた頃はまだこういうタイプしかなかったっていうところもあります。もちろん洋服とか作る時に使えるようなこの巻きで販売されているものっていうのはあったんですけど、布のね接着芯っていうのはあったんですけれども、小物を作ったりするっていう時はこういう不織タイプの接着芯を使うことが多かったです。で、ご質問にあったですね、剥がれにくくおすすめの接着芯っていうのがあるんですけど、剥がれにくいっていうのは、素材によって使い分けをしないと、どうしてもおすすめしたものでも剥がれやすかったりとかはするんですけれども、今ですねこの不織以外におすすめするものとするとですね、私が、バッグを作る時に使っているこの、鎌倉スワニーさんでオリジナルで出しているこのハードタイプのバッグ芯、こういうものとですね、あとはミディアムタイプのもの、これもちょっと改良されて新しく出たらしいんですけれども、それは出る前のものですねを使っています。これはね布のタイプの接着芯になっています。これはね以前動画でドレス作りを紹介したと思うんですけれども、その時にも大活躍しました。散々悩んで、こちらにしたような感じで、布タイプの接着芯がこちらとこちらになります。あともう一つ、そうですね、これちょっと巻いてはないんですけれども、畳んで購入してある、これが一番薄いタイプですね。これもスワニさんで販売されている、薄いタイプの接着芯になります。これも布のタイプになっています。これはですね、剥がれにくい接着芯として私がおすすめする、接着芯になります。で、価格としては、こちらの方がお安くなって、ちょっとやっぱり少しずつ金額が上がっていくような感じになります。あともう一つはですね、これはねデコレクションズさんとか福岡さんとかで販売されている楽張というタイプの接着芯になります。でこの楽張っていうのは多分その名の通りですね、すぐ貼りやすい接着芯としてアイロンでさーっと貼りやすいものですよという、ネーミングになっている通りですね、とっても貼りやすくって剥がれにくくて、私もよく利用しているものです。で、この今ね3種類を並べたところで、金額的な、差っていうのはですね、だいたいこの楽張と、スワニーさんの接着芯がだいたい同じぐらいのランクって、価格的な感じではこのランクが同じような感じになってるのと、あと剥がれにくいという点でもこの鎌倉スワニーさんで販売されているバッグ用接着芯とこの楽張っていうのは同じ部類に入ります。で全然違う、この不織布っていうのは接着芯なんですけれども全く違う部類だというふうに認識していただけると一番いいのかなっていうふうには思ってます。でポコポコ浮いてきてしまうっていうのは多分ですけど、もし違ったらコメント欄から教えてください。多分この不織タイプを使う場合に起こりやすいんじゃないかなっていうふうに思ってます。私がこの布タイプを使うようになったらですね、ポコポコ浮くことがなかったので、多分接着芯、この不織タイプを使われて起こる現象かなっていうふうに思っておりますので、これを使った場合にポコポコしてこない方法をこれから少し紹介していきたいと思います。はい、接着芯ってね結構ねこれ以外にももちろんそのお店独自で出されてるものとかっていうのはあるんですけれども、大きく分けるとこういう感じにはなりますね。
で、一番皆さんが手が出やすいのはこの不織布タイプになると思うので、結構使われる方も多いと思います。これでちょっと実践をしてみたいと思います。で、これは今ね、開いてない状態なので、開いてるものをちょっと使っていきますね。で、この不織タイプで私が一番よく使うのはこの薄手のものですね。こちらをよく使って、あとこの中手タイプっていうのも、こっちがなくなったらこっちで使うっていう感じにしてますね。なんかそんなにね、厚みの差がそんなにないかなっていう感じがしていて、まあ、なかったらこっち使うっていうことも多いです。で、あんまり使わないのはこの厚手タイプのものですかね。よっぽどちょっと硬くしたいとかっていうことがない限りはあんまり使わないものになります。そしてちょっとポコポコ浮きやすくなるのも、この厚手タイプのものが多いです。はい。何かご質問あったらコメントくださいね。私ちゃんと大丈夫かな、チャット。チャットは生きてますね。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと今日平日の昼間ですからね。こんな自由にやっちゃってますけど。はい。なので、ちょっとこれからご質問いただいたそのポコポコする対処法っていうのですね。で、基本的にはですね、接着芯のこの仕組みを理解していただくことが一番いいのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、例えばですね、木工用ボンドとかを想定していただきたいんですけれども、木工用ボンドとか、あと接着芯とか、はい、そういうのをちょっと想定していただきたいんですけれども、ビャーって塗ってペタってくっついたらゆるゆるしますよね。だけどボンドもちょっと乾かして膜が張った状態にしてから木と木をくっつけると、もうそれだけでちょっとギュッと固まったりとかするんですよ。それと同じような感じで接着芯も想像してみてください。はい、リバティのタナローンに適した接着芯が知りたいです。これ本当に質問多いですよね。リバティで、私もねいろいろやってみたんですけれども、両方接着芯も、不織タイプでももちろんやってるけど、これかなと思って、この楽張りの一番薄いタイプがリバティは良かったですね。タナローンになるので薄いものを、同じぐらい薄く仕上げたい場合は、まあ、この接着芯、この不織タイプの薄いのでもいいんですけど、タナローンみたいな薄いものになると布と合わせた方がこの布のねしなやかさが残るっていう意味では、こういう布タイプの接着芯を使うことがおすすめです。なんで説明すればいいんだろう。もう不織タイプはね、クラフトのイメージです。ちょっとかっちり作るっていうイメージ。ちょっと布のね質感を若干殺しちゃいます。なのでパリって感じの仕上がりになりやすいっていうところがありますね。だけど例えばこういうシーチングとかこの張りのあるものを少し厚みを持たせたいっていう時には不織タイプをよく私も使うんですけれども、こういうね布タイプのものを使ってしまうと、この生地とこの生地2枚分が1枚になるっていうイメージなんですよ。だからしっかりはするけれども布がちょっと厚くなって、で布のしなやかさも残るんだけれどもちょっと重みが増してくるっていう感じ、なんかボタっていう感じになるっていうのかな、なんて説明すればいいんだろう。まあ、そういうイメージですね。ちょっとやってみて説明します。ちょっと言葉で言ってもなかなかね通じにくいね。はい、スワニーさんの接着芯を購入しようと思っているのですが、トートバッグに使うのはどの種類を購入すればよいですか。こういう質問ねすごく多いですよね。待って、もう一つね、不織タイプ、布タイプはどんな用途で使い分けるのでしょうか。オルヌマンの、織物接着芯が好きです。やっぱり使い分けをね皆さんされてると思うんですけれども、一つずつ言うと、不織タイプ、布タイプはどんな用途で使い分けるのでしょうかっていうところなんですが、
これも作るものによって使い分ける、さっき言ったクラフトになるかちょっと布の質感を残すかっていうところで変わってくるんですけど、本当に作るものによって変わります。なのでちょっと今見せますね。例えば根本的なものがね違うんですよ、接着芯のこの腐食と布と。例えばですね、これ切ってある、これが一番薄い状態の不織布、わかりますか？透け感もあって薄っぺらいので、これイメージで言うとね、ティッシュペーパー、箱ティッシュあるじゃないですか。箱ティッシュと同じ、箱ティッシュのこのピッて一回引き抜いたのと同じぐらいの厚みなのかなっていう感じですよね。で、これが接着芯のこのバック芯として売られてるスワニさんの、一番薄いタイプですね。これ楽張もほぼ同じような感じです。これで透け感を見てみてください。これわかります？全くこうなんだろう、空気が通る感じがしないっていうのがわかりますか？これは、さっきのティッシュペーパーで言うとですね、これはキッチンペーパーになるような感じ。そのぐらい手が拭ける。これは手が拭けないっていうイメージで言うと伝わるでしょうか。このぐらいですね、もう厚みからして違うんですよ、厚みが。で、一番薄いもので薄くて触ってもそんなに差がないなっていう感じがしたとしても、全く貼った後の仕上がり感が変わってきます。で、例えばですね、これをじゃあで接着芯貼るときですね、中温に温めて置いてからやっていきます。これ6秒で立ち上がるんですよ。すごい早いやつで、これで少しだけ、ちょっと切っておきます。で、接着芯ね、切るときに専用のハサミがあるといいですよ。これは私は何でも切っていいっていうハサミにしてるんですけど、この不織の接着芯ってここになんだろう、このギラギラしたやつ、こういうのが結構くっつくので、布を切るものとは分けた方がいいかなっていうふうに思います。不織布は硬くなる感じもするし、縫いにくい感じがします。そうそう、硬くなるっていうイメージですね。そうですね。でも布ももちろん硬くなるけど、なんだろう、布と一緒に布の風合いがこうしなやかに残るっていうイメージですかね。はい。だけどね、重くなりますよ。それこそ私バッグの重さすごいこだわってますけどね。はい。で、これでちょっと歯切れでやってみたいと思います。これを同じ生地でね、同じ生地でどんな仕上がりになるのか。このね、接着芯って本当に好みなんですよね。なんか教科書があるっていう、そのルールがあるっていうわけじゃなくて、仕上げ方のイメージが出来上がってると接着芯の選び方も決まってくるっていうところです。だから布の風合いを残したい、でもちょっと硬くっていうか、もうちょっと生地に張りを出したいっていう時はこういう布タイプのものを使うとかね。重さは別にこだわらない、でもかっちり作りたいっていう時もこの布タイプのものがいいのかなって思いますけど、これもこのスワニーさんの一番薄いタイプは私はもう何メーターともう使ってますね。結構使う機会が多いものですね。だからすごい結構これも2メーターぐらい購入してますね。この辺まだ使い切れてないけど。で、これで今からこの2枚の生地に布タイプの接着芯を今からこれ貼ってみますね。で、こっちは不織タイプのもので接着芯を貼ってみます。はい。で、これを貼るときにですね、昨日のねリール動画でも出したんですけど、このオーブンペーパ
これすごいおすすめで、これコストコで売ってるんですけど 50m あるんですよ。なかなかなくならなくて、最後ちょっと残ったなっていう時、私は教室に持ってっちゃうんですけど、これをアイロンの当て布代わりにします。でこの不織タイプのものをこれね、ギラギラしてる方を布に合わせて、このままここで押し付けてしまうと薄いとですね、ここにくっついちゃうんですよ。だからこのクッキングシートを当てて、でここ上からこうやってプレスしていきます。でね、昔ね、生徒さんでなんか6秒10秒かな、10秒プレスするっていう風に習ったって言った人が、10秒間こうやってねギューって強く押してた方がいて、すごいちょっとびっくりして止めたんですけど、もうその時にはもうアイロンのこの跡がくっきり布にくっついちゃうほど跡が残っちゃってました。なんかプレスする加減もね、まあ、慣れになっちゃうけど、まあ、これでしっかりと熱が伝わっていけばいいなっていうのと、ね、でこれで今貼り終えたところなんですけど、これはねあんまり動かさない方がよくって、ちょっと横にずらしておきます。で今度は、こちらですね、布タイプのものを貼っていきます。はい、で、これを上からせて、そう自分の好みもありますね。本当にそうですね、好み、接着芯は本当に好みだと思いますね。なんか綿麻キャンバスの生地でかっちりしたものが作りたかったら、もう本当ハードタイプのものを接着芯を使うし、綿麻でその風合いを残したいってなったらそのまま接着芯を貼らないっていう仕上げ方ももちろんありますからね。はい、でこれでちょっとプレス、ちょっと面積がね狭いから1回で結構プレスが効いてくると思うんですけれども、何秒間かはちゃんと熱が伝わって、さっきキラキラしてたところの接着剤が布に溶け込んでいくっていうのをイメージしながらプレスするのがいいです。はい、だから何秒っていうよりは溶け込んだかなって思いながらプレスされるといいと思います。はい、で今温度が中温になってるから、今はこの状態になりますけど、温度が強すぎるとですね、生地はこうやって反り返るんですよ。こうやってたまにこういう風になったことないですか？それはね、温度が強すぎる場合ですね、結構そういうことが起こります。で、接着芯を貼った後なんですけれども、今ちょっと触っちゃってますけど、さっき言ってたボンドのね原理と同じで、この、今アイロンの熱で今接着剤が溶けました。で溶けて布に浸透していますっていう段階で、これを布をこう触って動かしてしまうと、その今やっと溶け出してちょっとくっつこうかなってしてるのに動かすことで、その接着剤が空気が入ってちょっとその部分の接着が甘くなっちゃうんですよ。でだからこうできるだけこういう風な状態でしっかりと冷ますっていうことが大事になってきます。でしっかり冷ましたら次の作業に移るっていう。だからね、例えば接着芯のあるものを作業する場合は、夜のうちにやっておいて次の日からアイテムを作るっていう風にすると、比較的このねポコポコしたような残りはなくなると思います。で私もね、最初その接着芯をやってた時にやっぱり何回やってもそのポコポコ浮いてきちゃって、でもう一回ポコポコなったから、もう一回そこでアイロンを当ててちゃんともう一回ギューッとやろうっていうふうにしても、もう元に戻らないっていうことがあったんですよね。でそこからまたちょっといろいろ勉強して調べたりしてたら、やっぱりしっかり冷ますっていうことが大事っていうことが分かったので、ぜひ今度何かものを作られる際はですね、こうしっかり冷ましてから作業をするっていうふうにしてみてください。そうするとこれまでのようなポコポコ浮いてくるようなことは起きにくくなってくると思います。でもこれでねだいぶ冷めたような感じなんですけれども、あんまりこう映像ではちょっと伝わりにくいかもしれないんですが、重さやればよかったね、重さで。こういうふうに、触った感じでは
さっきの薄さ的には、キッチンペーパーを貼りました、これはティッシュペーパーを貼りましたっていう、イメージなんですけれども、なのでこっちはなんだろうね、まだちょっと薄いヘラって感じになってるけど、こっちは結構もう張りがもうあるような感じっていうのが分かりますかね、説明が難しいね難しいけど、なんかかっちりした感じになって、こっちはちょっと緩い感じになってますね。なんかなんだろうね、布の、不織布が一番布の厚みを調整しやすいっていうところはあるかもしれない。こっちのこの楽張りとかスワニーさんのこの薄い接着芯の場合は生地をプラスするっていうことなので、もう生地の質感そのものを残しながらもさらに厚みを増すっていう仕上げ方で、こっちの不織布の場合はちょっと生地に張りを出したいとか、そういうイメージで使われるといいのかなっていうふうに思います。だから生地にねちょっと厚み増したいなっていう時は、そうね、スワニさんとかの布をもう一枚プラスするっていうイメージで作るっていう感じです。はい、なんか洋服とかの仕立ての時は、布の不織よりは布の方がいいかなって思うんですけど、でもワイシャツとかの裏側、この襟とかのこのボタンとかの裏側見ると、ほとんどがこういう不織布で使われてるっていうことが分かると思うので、ぜひご自身の洋服ちょっと裏めくってみてください。そうすると意外と布よりもこちらで作られてることが多いですよ。はい、そんなところですね。そんなところって言ってもあれですけど、で一番ねそのポコポコしやすいのがこの厚手タイプなんですよね。厚手タイプは結構ポコポコ後からなりやすいっていうところがあります。で今やってたのが、シーチングとかなんですけれども、例えばですねリネンとかメアサキャンバスとか、あとリネンの根率が高いものですね、リネン 100% のものとかを、とかに接着芯を貼りたい場合は必ず水通しをしてから、接着芯を貼るようにしてください。でバッグとかってあんまりなんか洗濯するのを目的としていない場合は水通しをしなくって制作することはもちろんできるんですけれども、でもそこに、接着芯を貼るっていう前提がある場合はですね、その接着芯を貼ることで布がちょっとギュッと収縮するんですよね。なんですけど水通しをしていないと同じようにそのギュッと収縮してしまうので、それがきっかけになってそのポコポコ浮いたような感じになってしまうっていう現象も起こります。私も結構ユーアのリネンの生地、ローズの生地を使うことが多くって、そこにね接着芯を貼ると意外とそういう現象が起こりました。で水通しをしたつもりだったのがしてなかったりとかっていうのもあるので、それで結構ねポコポコなったことはあったかな。なのでそれになってからは結構ちゃんとしっかりと水通しして、で地直しをして、それから接着芯を貼るっていう風にすると、そんなに浮きが気になるっていうことは減りましたね。はい、なので、リネンの根率が高いものを扱う時は必ず水通しをされるということをお勧めします。はい、で少しでもねちょっとそのポコポコする現象が解消されると、いいですよね。はい、こんな感じですね。ちょっとね説明難しいですけどね、本当に接着芯の質問多くて、で答えたいんですけど作るものが、今ご質問にあったようにトートバッグっていう風に書かれてるんですけど、そのトートバッグをどんな素材で作られるのかっていうのにもよって接着芯の使い分けが変わるんですよ。だからね質問される時はなんか生地の素材まで言ってくれるとすごく嬉しいです。本当例えばそうさっき言ったその理念で、作りたいっていう場合は理念なのに、例えばかっちりとしたハードタイプのもの皆さん使いますか？この中のタイプ使いますか？この
薄いの使いますかっていう質問なんですよ。私はリネン例えばカラーリネンで作る、これとかはちょっと明朝キャンバスとかになったりしますけれども、リネンってちょっと洗ったりとか、洗ったりするものに接着芯は貼らないとは思うんですけれども、リネンの風合いってなんだろう、自然素材でちょっと柔らかいイメージがあるじゃないですか。その柔らかいイメージがあるのに接着芯でバリッと仕上げるっていうことは、私はあんまりしないんですけど、だからそれも、そういう風にしたいっていう方はバリッとした接着芯を貼るじゃないですか。だから本当に好みの仕上げ方によって接着芯の使い分けって変わってくるんですよ。そう説明わかります？私の説明本当になんかそうなんです。そうなんですよ。なんかね、私は結構接着芯はあんまり使わないできたので、よっぽど形をしっかりと仕上げたい場合、例えばこれもそうかな。これは教室で作るようにマリメッコの丸底のねトートバッグを作ったんですけれども、これ帆布なんですね。これ8号帆布なんですよ。で内側は11号帆布を使っています。でこうすることで接着芯はこの本体には何も貼らないような仕上げ方をしているんですね。でこういうふうに作るとまだちょっと分かりますかね。柔らかさがありますよね、生地の。こうやって触った時に。でもっとこれで接着芯を貼ると、もう触ってもパンパンって音が、なんか太鼓の音が鳴るぐらいこうパリッとしたような感じに仕上げることができるんですよ。皆さんだったらどっちが好きですか？その仕上がりがどっちが好きかによって接着芯の使い分けが変わるので、答えはねご本人の中にあるっていう感じになるんですよね。はい、わかります？私が言ってるの大丈夫かなそんな感じなんですよね。はい。体調不良でベッドの中で部屋暗い状態配信。そうなんですね。以前の配信を一生懸命見ていましたトートバッグはメアーサキャンバスです。メアーサキャンバス。メアーサキャンバスでどういう仕上がりにしたい感じですか？トートバッグも、なんだろう。四角いなんかこう肩にかけれるようなトートバッグにするか、手の持ち手にするような感じにするか、例えば、こんな感じのトートバッグにするかにも変わってきますかね。これもね、多分接着芯は使ってないんじゃないかな。私はね、結構この布の風合いを残したいっていう仕上げ方にするので、あんまり接着芯貼らないんだけど、これどうしたかな。これはどうだったかな。接着芯貼ったかな。ちょっと忘れちゃったけど、例えばこれもメアサキャンバスだったら意外と張りもあるんだけど、例えばメアサキャンバスで帆布のような仕上がりにしたい、かっちりとした仕上がりにしたいっていう場合はですね、接着芯を、貼るのに、私だったら、どっち選ぶだろうな、生地にもよるけどね、こっちを使うこともありかなって思います。っていうのは、手で持つから、肩にかけるわけではないので、これで布に布を重ねてちょっと厚みが出ても大丈夫かなっていうところでこれを使ったりとか、あとは、この不織の中デタイプを使います。なんかその合わせるその目朝キャンバスの厚みに合わせてやったりとかはしますね。あと内布にこだわったりとかするので、目朝キャンバスだったら内布をシーチングにするっていうことはあんまりしないじゃないですか。薄くなっちゃうから。物にもよりますけどね。例えば内布をシーチングにして外布を目朝キャンバスにする場合で、そのまま仕上げることももちろんできるけど、カチッと仕上げたい場合はですね、
中電を使うかな。でも使うかな、私、接着芯。それこそポコポコしてしまうのを防ぐために、こちらを使うことも多いかもしれないですね。布を使うことが。綿麻キャンバスってリネン入ってますから、結構浮きが出てきてしまう場合があるので、こちらの布タイプを使うかもしれないです。で、例えば小物とかで、スマホポシェットとか小物とかで面積が小さいものを作る場合は、この中電の不織タイプのものを使うと思います。はい、こんな感じですかね。接着芯の扱いとても勉強になります。わかります？分かっていただいてありがとうございます。私は必ず布は水通しします。素晴らしいですね。私はリバティの棚ローン気をつけていてもポコポコになってしまうので温度要注意。本当にリバティはね、中温でも温度が高い時がありますので、本当温度設定は気をつけた方がいいですね。で、つけたアイロンの温度を高くした状態で置いとくと、ある程度温度が一定になりますけど、温度を上げてすぐに使うってなると、温度がまだ上昇しきってない時に接着芯を使うと結構反り返ってしまうことがありますのでね、ちょっと接着芯やるときはね、気をつけてみてくださいね。でもね、リバティの棚ローンで布合わせしたペンケースっていうのを動画で紹介してるんですよ。その動画の中で使ってるのは楽針の一番薄いタイプを使ってますね。そうするとその棚ローン1枚で布小物を作るとすごく薄いじゃないですか。いくら内布を厚くしたとしても薄さで仕上がってしまうので、なのでその厚みを補うためと、あと布のしなやかさを一緒に共存させるために使うのはこういう布の一番薄いタイプっていう感じにしてましたね。はい。使い分けとしては一番はそれが多いかな。だから棚ローンはね、スワニーさんの一番薄手のタイプか、あと楽天とかでも販売されてますけれども、楽針の一番薄いタイプを使われるといいと思います。あれは一番綺麗に私の中では仕上がりましたね。接着芯をこの不織でもできるけど、リバティにはそれが私はおすすめです。はい。もしこれからね始められるんだったら、はい。私は小物は不織布、トートバッグは楽針を使ってます。はい、そうですよね。そういうふうになんかご自身でちょっと使い分けをされるとね、いいですよね。はい。でもすぐなくなりますからね、接着芯は本当に。予算的な問題もあるので予算的な問題もあるからね、なんか全部楽針にするとやっぱりちょっと金額がね、そのその布より高くなったりとかするから、ちょっとバランスが難しいですけどね。はい。接着芯奥が深いですね。勉強になります。そうなんです。そんな感じですよね、本当。はい。ということで、どうでしょう。私のこの説明なんとかなりましたでしょうか。そうで、ドレス作りの時にこのビスチェっていうのを作ったんですけど、ビスチェってここにこの肩のラインワイヤーがなくて、この胸のここの部分だけでかっちり止まるっていうようなドレスのね上の部分なんですけど、それを作った時に1回目はハードタイプで作って2回目はミディアムで作ったっていうことが経緯がねありました。でどちらも良かったんですよね。でサテンに貼ったんですけれども、すごく綺麗に貼れたので、結構私はこれはすごい検索したんですよ。接着芯何使ってるのか、みんながそのビスチェを作るにあたり専用の接着芯があるのかなって調べたんですけど、特にそういうのもなくって、で不織タイプのものもこっちもねもちろんやったんですけど、やっぱり浮いてきちゃうのはこの不織タイプでした。だから絶対失敗したくないなって思ったら、最初から楽針の薄いタイプを使うのもおすすめですね。重さとしては少し若干ちょっと上がっちゃいますけれども、そういう感じで選ばれるといいと思います。はい。ちゃんと接着できたと思っていても、制作中にひっくり返すと表面がポコポコ空気が入っている感じではなく、表面が波打っている感じがします。
そうなんですよね。だからしっかり冷ます、さっき言ってたしっかり冷ますことに時間をかけるのがおすすめです。あのちゃんとプレスして、でもまだあったかい状態だと、その接着剤がまだ溶けきってない状態で動かしてしまうとダメなんですよ。だからね、それちょっと一回やってみてください。しっかりこうプレスして、しっかりと冷まして、それから裁断するとかね。あと、裁断したものに貼り終えたらそういう風にしてみるとか。あと熱伝導がいいのはやっぱりこのクッキングシート、当て布って言いますけど、布をやるとですね、布からまたさらにその接着剤に届くまでちょっとプレスの時間、これをプレスの時間をちょっと長めにしないと溶けていかないので、しっかり溶けてるみたいな感じでこう言いながらやってみるといいかもしれない。こうやって映像ではねやりますけど、っていうよりはこう接着剤を溶かすっていうプレスっていう風に覚えてください。そうすると伝わっていきますので、自分の気持ちで接着剤を溶かすような感じになりますけど、なんか理屈としてはこういう感じですね。で、ちゃんと溶けた、今溶けて貼り付き始めてる、だから動かさないでって言ってるって思ってください。そうすると動かさずにこのアイロン台をこうやって持ち上げて横に置いてしっかり冷ますみたいな感じにしていくと、きっとうまくいくと思うので、はい、試してみてください。このアイロン台もそろそろ張り替えようと思います。はい、そんな感じで、いかがだったでしょうか。大丈夫ですか、今回のライブ。はい、終わりにしようと思います接着芯をテーマにした、ライブでした。何かご質問あったらまた質問入れてくださいね。隣に置いてるこのカバンもね、私紹介したいなと思ってて、あとね、そうそう、ニットとかもこれから出番が多くなると思うんですけれども、ニットもね接着芯が貼れたりするんですよ、こういうので。私が貼るときはですね、小物に使うときですね、バッグとかの一部のなんか、例えばこういう風にトートバッグのこのラインにこうやって使いたいなっていう風にしたときに、接着芯を貼ることでもうニットこれ伸びちゃうんで、接着芯を貼るとパリッとしてこの1枚の生地のようになりますよね。そういう時に使うのはこの不織タイプにしています。で、貼り付きもすごい早いし、それこそポコポコ置いてきたりとかはしないので、ニットの時は比較的私はこの不織布という風な感じなので、ぜひ参考にしてみてください。はい。6秒で立ち上がるアイロン気になりました。どちらのアイロンですか？これね DBK なんですよ。このアイロンはね DBK で、もう一つあるんですけど、DBK、 皆さんこっちの方がご存知の方多いかもしれない。ドイツのアイロンなんですけど、このすっごいこれ重いですよ、めちゃくちゃすっごい重いやつなんだけど、これはドライアイロンじゃなくてスチームアイロンになってます。でこっちはですね、ぺったんこのこのドライアイロンになってます。でドライアイロンは何がいいかっていうと、ここがこの面がフラットになっているので、こう穴が開いてないんですよね。で接着芯を貼るときにこれでプレスすると、このポコポコとしたこの穴が映りますよね、接着芯に。だから私はそれがちょっと原因なのかなっていうふうにも思っていて、でなんとなくその後残るのが嫌なので、このドライアイロンとこう使い分けをするようにしていますね。で結構これ軽くて持ちやすいのと、あとすぐ立ち上がるので、何でも最近はこれ使うことが増えましたけど、これも DBK なんですけど、今はねこのタイプ売ってなくて、青いラインのもの、水色かな、ラインのもの、もうスパチャをいただきました今日。すごい、ありがとうございます。もう本当感謝しております。ありがとうございます。でこの水色のタイプですねを、使う販売されてますね。ちょっと動揺しちゃった。ありがとうございます。感謝しております。はい、なので同じドイツのメーカーなんですけれども、どちらもおすすめです。あとこれとね同じタイプでね、パナソニックのアイロンもありますので、パナソニックの方が手に入れやすいかもしれない。同じぐらいで販売されていると思う。多分3000円ぐらいだと思いますけどね。
はい、パナソニックのアイロンもおすすめ。はい、これが壊れたら私は次パナソニックになっちゃうかなって思ってます。もう売ってないのでね、結構色も気に入ってるんですけど、壊れてほしくないですね。これ結構長持ちしてて、これはね2代目なんですけど、結構長持ちしますよ。これはねスチームの機能がすぐダメになっちゃったのかな。はい、でもなんかね、なんか写真映えするし、見た目もすごくおしゃれだから、なんか雑貨としてもすごくおすすめです。はい。次のライブあれにしようかな。アイロン台張り替えましょうかね。なんかメンバーさんもライブの前にメンバーさんにライブ配信をしてるんですけど、なんかライブやるんだったら一度にやってもいいかなと思って、今回は簡単なね、このハンドルカバーっていうのをさっきね作ってたんですよ。こういうの。これは後で編集してまた週末上げられるようにしたいと思いますので、はい、楽しみにしていてください。はい。なんか質問がありましたらチャットの方からお知らせいただけたらと思います。はい。初めてのライブ参加でした。勉強になりました。ありがとうございます。ということで一旦はじゃあこれで一回区切りましてこれどうしても紹介したいのでちょっとお付き合いください。お暇な方。ちょっと一回はじゃあ接着芯から離れますね。でちょっと付けを片付けて第2部みたいな感じですね。第2部っていうか第3部。ちょっと余計なものをちょっと下にこう。よし。何かまだ今回説明した以外にもですね、もしご質問等ありましたらコメント欄からお知らせください。あと何か次はこういうテーマでやってほしいなっていうことがあればですね、コメント欄の方からお知らせいただけたら、私は次のライブのテーマにしたいと思いますので、よかったらねこれから多分もうね日が暮れるのも早くなると思うので、もうちょっと時間早めるかもしれないですからね。はい、そんな感じで進めていきたいと思います。もうなんか13回目になると思います今回で。メンバーシップを始めたのが、ちょうど昨年の9月の中旬なんですよね。なのでもう1年継続させていただけて感謝しております。でそれのおかげで私もライブをやろうというね、ちょっと活力源になってます、原動力にもなってますので、はい、引き続き頑張れるように皆様よかったらコメント欄からテーマをですね募集しますので好きなように書いていただけると嬉しいです。はい。そうそう、アイロン台の張り替えみたいです。いいですよね。じゃあ次回なんかアイロン台、その時に合わせようかな。そしたら、またライブ、ね、いいと思います。はい。で、インスタの方からですね、ライブ配信をさせていただいて、で、この YouTube の方にも、再編集したものをですね、上げさせていただいたんですけれども、この旅バッグ、もうちょっとだけ、ズームしようかな。ちょっと引きだったのでもうちょっとだけズームします。ちょっと入れますか、はい、このぐらいで大丈夫かな。よし、入ったかな。顔切れるかな。大丈夫そうですかね。はい、これちょっと紹介したくて、でお揃いのこれですね、ハンドルカバーになるんですけれど、あとね、ここにあるこのトートバッグもいずれ動画やろうと思ってますので、これね本に載るみたいです。しかも商用利用可能になると思う。そういう本に載りますんで、それに合わせてちょっと作り方紹介したいと思う。これも可愛いんですよ。ちょっと忘れないようにここにずっと置いてるんですけど、ずっと忘れちゃってますけどね。はい。でこれはですね、私の著書の方から作ったバッグになるんですけれども、まだねレシピがね頭の中にあるのでまだ整理できてないので、これもなんかいずれ紹介できたらいいなっていうふうには思ってるんですけど、今ね生徒さんが同じものを作りたいということで頑張ってくださってます。
でこれ前がですねちょっと不思議な構造になってるのでちょっと紹介させてください。でまず前はこのラミネートのこのブラウンはですね同じこのジャルダンのカラー展開のシャトーモカというものを使ってます。シャトーモカとあとこのレトログリーンですねのラミネート、今ねスワニさん今まだ多分販売されてると思うんですけど、再販ねしてくださって多分たくさん作ってくださったと思います。普通のもう生地の方は完売になってるようなんですけれども、ラミネートの方は再販してくださってるので、ぜひラミネートめちゃくちゃおすすめなので手に入れてみてください。はい、でこれでここのねこの部分にダーツのマチをつけたんですね。ここで最初はフラットな状態で作ったので、そのダーツをつけるために外したからこの、もったいなくて使えないなと思った外したパーツでこの持ち手を作りました。はい、でここがどうなってるかっていうと、ここを開けるとですねこんな風になっててファスナーになってるんですよ。でここに隠しファスナーを作りました。隠しファスナーを作って内側はさらにポケットがあるというような仕上げ方にしたんですよね。でここがね20センチのファスナーにしてるのでちょっと隙間が空くかなと思って止めたのがこのカシメなんですけど、これがねなんかここの本体の方にもつなげてしまってたので、こことだからちょっとね使いにくさがありましたね。なんか防犯上あんまりこうオープンになってない方がいいなと思ったんだけど、意外とここがね狭くて、ここがちょっとなんだろうね、なんかあんま使えないなってなっちゃったので、ちょっとこれは失敗だったなっていう気がしてます。でもねポケットいっぱいにしたんですよ。しかもラミネートって接着芯が貼れないじゃないですか。で、接着芯貼れない代わりに貼りがあるからもちろんいいんだけど、内側をシーチングとかじゃなくて、それこそ濡れても大丈夫なナイロンにしたんです、内側も。はい、で内側ナイロンにして、なんかこうちょっと軽いイメージで仕上げています。はい、そのバッグぜひ作りたいです。動画お願いします。とても使い勝手が良さそうな素敵なバッグですよね。ラミネート2種類購入してあるので、はい、ぜひぜひ作ってみてください。で、後ろ面どうなってるかっていうと、背面はこんな感じになってて、こっちが前になってもいいような感じにしました。で、ここもですね、ファスナーをこう隠して、こう海外向けにしてるからなんですけど、こうちょっと開きにくくして、開きにくいっていうかファスナーが表から見えない状態ですね。よくリュックとかの外ポケットでこういう風にかぶしてあると思うんですけど、その作り方で、やっております。これねレシピがないからね、なんか生徒さんこの間作り始めたけどレシピがないから説明しようがなかったんだけど、はい、で、そこの部分はちょっと切り替えてみたところですね。ここ同じ生地でもいいんだけど、せっかくだからちょっと変えようかなと思ってデニムに切り替えました。あとですね、ファスナーがいつもと違うんですよ。こういうリングタイプのファスナーにしてます。でリングタイプのファスナーにしたらですね、このファスナーの幅もちょっと大きくなりましたね。で内側もどうなってるかっていうと、ちょっと反対返しにします。これでずっと約2週間近く毎日このバッグを使ってましたけど、なんかやっぱり気に入ったバッグで出かけられるとちょっとテンション上がりますよね、旅の。こんな感じです。内側はこんな風になってました。結構ポケットいっぱいにしたんですよ、私。でこっちの反対側にファスナー、これも20センチファスナーにして、ここはちょっと開いてるけどみたいな感じの仕上げ方にしてました。でここにだいたいこのバッグ1個で行く時はパスポートを入れたりとか、この辺に入れるような感じにして1枚で仕上げてます。とにかくね軽く仕上げるためにちょっと工夫をしておりました。であとここはですね、なんか
撮影するのにカメラをやるのにカメラホルダーって思ったんですけど、結局ねこれはねサングラスとかメガネとかを入れておくのに便利な感じのパーツになりましたね。で反対側は二重のポケットにしてるので、ちょっとこういう薬とか、あとメイク道具とか、リップとかね入れるのにここ3つやったりとか、あとここペン入れたりとかするような感じで二重ポケットを、作りましたね。だからこのバッグの中にポーチを入れなくてもいいような作り方をしています。仕上げはねどうしてもパイピングにはなってしまうんですけれども、このパイピングのやり方は別のボディバッグの紹介をしているので、そちらをご覧いただければなっていうふうに思うんですけれども、それのサイズよりは小さい感じにはなってますね。ですごくこれは良かったです。はい。先生の仕立てが綺麗な大人バッグの中の作品ですか？そうです。その本の中のサコッシュを、土台にして自分でこう中をアレンジしたような感じなので、型紙は全く一緒です。はい。そうなんです。ちょっと思い出さないとね、これもう一回作りたい感じはしますね。もう一回作って誰かの旅行行く時に使ってもらえたらいいなっていう感じで、こういうねナイロンをやってますんで、はい。で朗報なんですけど、これねナイロンオックスを使ってるんですよ、この生地。内側にナイロンを使うことって私今までやったことがなくて、多分これ初めてなんですけど、今ナイロンオックスも結構可愛い柄が、増えてますんで、こういう風にやることももちろんねできたんですけれども、これをね作ってた時にちょっと思いついたことがあって、で今回ジャルダンとかをジャルダンというか今回こういうトートバッグの生地をこういうね作ってくださった、工場の方、工場というかこの布のこの生産者の方に相談したらですね、ナイロンもやりましょうというお話をいただいて、ちょっとまたオリジナル生地を作ることになりまして、今現在進行中なんですよ。すごくないですか？なので全ての素材、これから綿麻シーチングとラミネートと綿麻キャンバスとで、あとこの、ナイロンオックスが出来上がるので、こういう風に組み合わせられたらいいなっていう風に思ってますね。はい。できたら楽しそうですね。なのでありがとうございます。嬉しい。そう、外も内側も素敵ですね。来年2月海外旅行の予定があるので作りたいです。レシピ販売お願いします。わあ嬉しい。どちら行かれるんだろう、海外。旅行行くって聞くだけでちょっと目がキラキラしちゃいますね。私も行ってきたばっかりだけどまた行きたいって思っちゃいますね。ちょっと緊張しますけどね、やっぱり。私もちょっとチキンなので、だいたいね到着した日はねお腹痛くなって緩くなるんですよ。バカみたいでしょ。まだまだ子供みたいなんですよ私。だから行きしなの最初はちょっと緊張してますね。はい。ハワイいいですね。ハワイいいな。久しく行ってないです。ハワイ。ハワイ行くんだったら車借りてレンタカーとかでねぐるっと反対側まで行きたいですね。いいな。ハワイなんて何年前だろう行ったの。娘が2歳になる頃に行ったきり行ってないですね。2歳までしか子供無料にならないっていう頃があったんで、その頃に行ったきりでしたね。であとこういう風にキーリングをつけて防犯用にしてみたりとか、結構ね自分で作るバッグっていろいろアレンジができるので、ここもキーリング入れてチェーンしたりとか、キーリングだったら後からでもできるので、最初にテープとかを挟んでおくと後から付け足したりカラビナつけたりとかもできるので、ちょっとこういうところに差し込んでおくのもねおすすめです。はい。ナイロン素材欲しかったのでお待ちしています。ありがとうございます。ナイロン素材ね、どんな風になるのか楽しみにしててください。こういう内布になってもいいし、外布でメインで使ったりとか、あとエコバッグとかねできるような柄を考えていますので、はい、今後の展開もぜひ楽しみにしていてください。
はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしようと思います。はい、たくさんの方ご覧いただきましてありがとうございました。接着芯はまだまだね奥が深いので、ちょっと素材に合わせて使い分ける必要はあるとは思うんですけれども、なんかご質問があったら、ちょっと私も同じような悩みで進んできたことがたくさんあるので、もしかしたら近い答えができるかなって思いますので、コメント欄の方からご質問の方お待ちしております。はい、では、今日はありがとうございました。